こんにちは、メイクのことです。主にファッション、ビューティーアーティストのお仕事をしています。モデルさんの個性を生かした抜け感のあるメイクとアーティスティックなメイクを得意としています。こんにちは、しのです。東京を拠点にビューティー、ファッション、アーティストなど様々なジャンルで活動しています。繊細で美しく、シンプルだけど印象に残るような色使いが私のメイクスタイルです。こんにちは、いつきです。1995年から2015年までニューヨークをベースに仕事をしていました。ショーのクリエイティブチームでメイクのディレクションをしたことが私の起点にあります。今は東京で活動しています。雪の結晶のキラキラ感だったり、パウダリーなテクスチャーだったり、光によって青みやピンクみを帯びる、そういったイメージをラメ、パウダー、ステンシルを使って表現します。雪というワードをいただいて着目したのが温度です。気温の変化によって形状が変わっていく儚い美しさと、温度によって変わっていく血流の熱さなどをフュージョンさせ、淡く繊細なポエティックなメイクにしていきたいと思います。雪という題を聞いて、パタゴニアの万年雪が夏の光の中で青く輝くことに感動したのを思い出しました。そこにアニメーションのニュアンスを加えながら強くて美しい妖精を表現してみたいと思います。こんにちは、メイクのことです。こんにちは、エレナです。よろしくお願いします。では始めてみます。じゃあ始めていきます。スキンケアしていくんですけど、使えないものとかはありますか？特にないです。特にない。ただめっちゃ乾燥乾燥しやすい。了解です。イプサの ME シリーズ化粧水と乳液が1本になったような保湿液を使っていきます。乾燥しやすいってことなので、ちょっとオイルを混ぜてより保湿効果とツヤ感を出していきます。スキンケアはママ&キッズっていう妊婦さんとかでも安心して使えるようなものを使用してます。クリームはアンブリオリスを使っていきます。いろんなファンデーションの邪魔にならないので使いやすくて愛用してます。今何もついてない状態なんですけど、まず眉を消してしまいたいと思い、そこからいきます。眉って結構強いんですね。この辺で隠しておいた方がいろいろ都合がいいと。で今使ってるのは、プロ用のアイブロウを消すためののりです。ぴったり肌にくっつけて潰していく感じで。この香り大丈夫ですか？あ、いいね。大丈夫ですか？なんかベリー系の香りで、最近日本に店舗上陸したやつで、海外。韓国ですね。雪のイメージでストロボクリームっていうマックの少しだけ赤みがあるので、ムーのイエローのコントロールカラーを混ぜて使っていきます。このストロボクリームはシルバーに発光するクリームなので、神秘的なイメージに合うと思って使っていきます。結構オイルとかを使ったので、ベースメイクする前にちょっとお水をかけて、この油分と水分のバランスでフラットにしていきます。水スプレー使うと次に使うものがピタッとよれずにフィットするので、水分と油分のバランスが大事になります。プライマーの代わりにこのボルダースキンケアっていうカラーメイクをするので、バリア機能を高めるクリームを使っていきます。今日はお顔の中心にちょっと色味とかを使っていくので、色味を使うところに少し重ね付けしていきます。でここから潰していきます。ダーマという割と濃いコンシーラーなんですけど、基本的に眉ってこう黒なんで、その黒みを消さないといけなくて、この濃いコンシーラーじゃないと消えないんですね。一番最初、私が若い時に歌舞伎をすごく教えてくれた先生がいて、その知識があったので本当に今の私があるんですが、その歌舞伎のものっていうのはすごく使い方が難しくて、練習とかすごくしないと使えるようになれないんです。なかなか上手にね。ファッションショーの時とかそれだとちょっと大変だからっていう話をしてたら、向こうで使ってるピエロとかの眉を消したりとかするのに使ってるこののりに出会って、あ、これいいじゃんみたいなので使い始めたんですけど、すごくお肌が綺麗なので、マックのフェイス&ボディを使っていきます。ちょっとこちらの白も混ぜて肌の色に合うように、すごい薄付きなんですけどベールがかかったような仕上がりになるので、私は好きでよく使います。ファンデーションはあんまり使わないように、ベースをすごくいろいろ使い分けて、その人の肌を一旦自分のしたいイメージにしてからファンデーション塗るようにしています。ベースメイクはもうコンシーラーだけで使っていきます。
ディオールのコンシーラーなんですけど、ちょうどファンデーションとコンシーラーの間のような質感なので、すごく水分量も保湿しながら次にのせるカラーメイクもしっかりのるので、このコンシーラーを使っていきます。ナーズのクリームコンシーラーなんですけど、結構直しする時に詰め替えると楽なので、こうやってコンシーラーだけで仕上げたんですけど、これだけでもかなり綺麗なナチュラルな肌にできていると思います。ここでビューラーをします。大丈夫ですか？大丈夫です。まつげもすごい長まつい。げるのめっちゃ長いんですよ。すごいですね。こっち向いてください。私多分一二を争うビューラーに対してのプロだと思うんですよ、みたいな。すごい。このビューラー一つにもすごい思い入れがあって教えてあげないみたいな。内緒だ。ツヤ感と保湿力がすごく高くて、チークとリップに使えるアイテムをちょっと使っていきます。今回雪っていうコンセプトいただいて、雪の中にいるまず一回自分を想像した時に、内側から熱を帯びて赤くなっていく体温の不思議さというか生命力というか、そういうのもメイクに取り入れたら面白いかなと思ってやってみました。これコスメデコルテさんのホワイトなんですけど、ちょっと白塗りチックに入れていこうかなと思います。このベースの色にすごい悩んだんですけど、白めの普通の肌色のファンデーションにするか白塗りにするかというところで、こういうメイクをする時ってやっぱりいきなりだと無理なので、家で自分の顔にやってみるんですね。それでいろいろやってて、妖精っぽくは作りたいんですよね。やっぱこの白の方がある意味なんか可愛らしさみたいなのも出たりしていいのかなというところに着地はしたんですけど、まだ分かりません。終わってみないと分からないです。アイメイクはこの舞台屋っていう舞台化粧とかを作っているペイントカラーをベースに塗っていきます。油性のもので一回ベースを作ることによって上にのせるパウダーの色が定着しやすいので使っていきます。アディクションの青系を集めた自分の好きなパレット、あとこっちも自分でカスタムしてるいろんなちょっとアイシャドウを入れてるパレット、あとニックスのアイシャドウをちょっと混ぜて使っていきます。透明感となんかピュアな神秘的というかな雰囲気にしたくて、青み系の色で統一してメイクするとそういうイメージになりやすいので使ってます。目頭の部分にアイライナーを引いていきます。黒にしたのは肌が綺麗に見える3原則って、ちょっと自分の中でルール決めてるんですけど、まずベースが綺麗に見えること、あと血色感の赤、あと眉とか黒目とかのその黒っていうバランス、この3つのバランスがすごくいいと強さと繊細さのバランスが整うと言われているので入れていきたいなと思っていました。アベンヌっていう水スプレーと三吉っていうブランドの青のパウダー、化粧水と混ぜることによって粉飛びがしにくくなるのと、あと色もパキッとして定着しやすいです。アニベンのブルーのライナーを下まぶたの目頭寄りに入れて少し明るくしていきます。とリディオンっていうブランドのアイライナー04番、こっちの方が色味の発色っていうイメージで使っています。ラメが入っているマスカラ、上下にたっぷりと塗っていきます。マスカラも筆で塗っていくとすごく細かく塗れるので、下まつげはブラシを使って塗るようにしてます。これは、三吉のクラウンカラーというグリースペイントみたいなものなんですけど、これをちょっと顔の輪郭みたいな感じで塗っていこうかなと思ってます。白のマックのペンシルです。パウダーは私お気に入りのマックのトランスルーセントのパウダーです。たっぷりの粉を顔の中心から外側に伸ばしていきます。マックのグロータイプのブラシをさらに混ぜていきます。赤だから単色一つとかじゃなくて、いろんな色を混ぜてオリジナルな色をちゃんと表現するように気をつけてます。さらにこんなパレットでちょっと赤系の色を混ぜて深みを足していきます。今日はこの三吉の油性のペイントカラーを使って雪の白さを表現していきます。この三吉の白のファンデーションなんですけど、基本的に油性でベース
を作って上にパウダリーでこう定着させていくっていう工程をやっています。これまず白です。でこれ薄い水色です。3色使う感じで入れていきたいと思っています。ちょっとリップ少し色味を抑えていくんですけど、こういった MAC のボディにも使えるフェイス&ボディっていうのがあるんですが、リップのもともと抑える時とかは水分の多いファンデーションで抑えることが多いです。韓国のラカっていうシリーズなんですけど、アイブロウマスカラです。透明で毛を立たせていきます。雪の結晶のステンシルを使って顔に雪の結晶のデザインを入れていきます。ここも白のペイントカラーで埋めていきます。参考にしたのは 4K 画像の雪の景色だけですなんかあんまりメイクのデザインとかを見るよりかは、実際にその雪の風景とかを見て感じたものを顔に描くにはどんなのがいいかなって考えながら楽しんでやってる感じです。これはパウダリーのチークです。少し雪景色の気分でまだらにのせていきます。 BTS コラボのチーク、リップの中央からこうにじんでるようなイメージで、パウダリーなもので全部仕上げたかったので、パウダリーなリップってそんなないので、チークとかそういった別の素材を使って仕上げていっています。次にじわっと内側から血色が湧き出るような表現をしたいので、美術の小学校の本とかにもあるんですけど、モダンテクニックって言っててスパッタリングっていうのがあるんですが、歯ブラシを使ってちょっとこれを吹きつけていきます。少し色味を変えてもう一回吹きつけます。重ねていくとすごい綺麗なグラデーションと繊細さが出るので、こんな感じでもう一色、水分量でこのしぶきの仕方が変わるので、ちょっとここで水の量を調整して吹きつけていきます。イギリスで買った歯ブラシなんですけど、身近にあるものなんですけど、サイズ感とかで結構化粧品とかいろいろ使えるので、そういったのも探してます。 OK、 貼ろう。梱包材でできてます。で切り取って形にしてます。雪が積もったみたいなイメージで、あえてのダマがあってよくて、ここ痛くないですか？はい、大丈夫です。はい、これも韓国ブランドのラメを使っていきます。高いところに置いていくイメージ、伸ばすというよりか内側のステンシルを取ります。よいしょ。このラメをのせていきます。これは今グリターをつけようと思って、その接着剤としてローズバッドというリップバームですね。基本的に割と撮影の時とかなんかこう遠目で見た時に、この小さいグリターって意外と効果が見えないことが多いんですね。なので私いつもこの大きい粒のグリターを常時持ってます。今からこの茶こしを使って先ほどの白いパウダーを振りかけて雪を降らせていきます。ちょっとたくさん積もらせていくイメージです。ちょっと積もってる感じしました積もってますか？はい、この MAC のリップライナーでリップの内側に少し色を入れていきます。でシュウエムアのリップバーム、すごく艶やかになるものをリップにのせていきます。 MAC のこのシルバーのピグメントをリップバームに少し混ぜて、シルバーの色味ものせていきます。ドライシャンプーをこのつなぎで使いたいなと思ってて、パールが入っているミストを最後に吹きつけていきます。これで完成です。完成です。完成です。うわすごい素敵です。ありがとうございます。自分じゃないみたいな、本当妖精みたい。これも素敵です。はい。
お疲れ様でした。お疲れ様でしたお疲れ様でした。緊張しましたね。しました。もう前日から緊張して。いや緊張っていうよりも、このメイクでいいのかなっていう方が私は圧倒的にあって、特に自分の顔にメイクするんですよ。あ、そうなんですね。想像が追いつかなくてじゃあそろそろ見てみましょうか。そうですね。はい。おー、すごい。全然違う。同じ雪でも。すごい。月さん妖精みたいです。パタゴニアの万年雪があって、デイライトに透き通った時に青く光るんですよ。それがなんかすごいミステリアスで感動したのを思い出して、すごいですね。目のところについてるのは何ですか？梱包用のプラスチックみたいので、梨とかの上に乗ってるプラスチックあるじゃないですか。あれなんですけど、このアイデアが。初めいろいろフェイクの雪つけてみたりとかやってみたんだけど、なんか今一歩違うかなっていうので、なんかいろいろ探してさっきも言ったけど、なんか自分の顔に練習とかしてるからリアルが見えてないんで、本人の顔とお話ししながらメイク作ってみたいっていうのはあったけど、まあ、いいんじゃないって感じ。雪の結晶の形とかすごい好きで、ステンシル使ってみようと思って。この細かい雪みたいなのは上から茶こしで雪を降らせたいなっていう気持ちでパラパラやってますね。ところどころこの素肌と白とこのバランスがなんかすごいいいなって。嬉しいです。私も当日眉とか潰そうかなとかも考えてたんですけど、白のマスカラであえてのこうまだら感っていうか、なんか雪が積もってる感にしたかったんで。いいですね、ライブ感で。違う人感があるよね。どういうインスピレーション？雪っていうとやっぱみんな白い雪を浮かべると思うんですけど、私たちのその肌自体は体温によってこうじわーって熱くなったり、雪も温度によって水になるし、もう直感でシンプルでいきたいなっていう。温度感みたいなのがすごい伝わってくるっていうか。雪んこって感じ。あ、確かに。可愛い。でこの中央はちょっと白く。そうですね、白い粉で内側からこう溶けて外側になればなるほどみずみずしくなっていくっていうのと、このミスティーな感じとかも本当に小学生の図工の教科書のスパッタリングとか、歯ブラシでやるやつとか、みんながやったことある技法をちょっと混ぜたりとかして、生活の中にあるようなもので何かをやるとかいいかなってですね。それはすごくいいと思う。同じテーマでもこんなに3人とも違うイメージなんだなっていうので感動、考え方とか経験してきたこととかの積み重ねがこうデザインに出てるのかなみたいな。自分が満足というか、自分が恥ずかしくないというか、っていうところもすごくなんか大事だなって思って、すごくいい勉強させてもらったなと思って、まあお人形遊びの延長まだやってますね。あ、いいですね。その言い方いいですね。言い方おしゃれ。延長です。延長